回年内ラスト放送ということで、はい。先に2つほど、何でしょ発表というか、はい。ございまして。はい。まず1つ目は、はい。両方とも、めでたい。ああ、そうなんですか。連載終了ではなくて。肌道廃刊とかではないです。ああ、違う。はい。まだ、上回る。その1は、マダボーが、はい。重版。あ、はい。失礼しまして、皆様好評をいただいております。500売れたそうです。いや、500とかじゃない。200いけたと思ってたんですけどね、前回の外伝では200いけばって言ってたんですけど、500いったそうで。まあ、身も蓋もない言い方すると、エッセイって、はい、そんなにめちゃくちゃ売れるものなのかと思っていたんですよ。ね、無知なものだから言わせていただきますけど、ね、だって人の、なんか大層な日記みたいな、派手な日記みたいなもんじゃないですか。だから、と思っていたら、意外に手に取っていただけたんです。そうですね。いわゆる一般店というか、普通の本屋さんで売れてるので、で、なんかそれこそ、47歳ですとか、そういう方からなんか感想があったりとか。いや、そうなんだ。なんか意外とか男性も読んでる感じで、ファンの方ももちろんだと思うんですけど、全然桜井さん知りませんでしたみたいな。その2、はい。私が出世することになりまして、はい。この12月から編集長に。リアル、なんですか編集長そういう感じのリアクションは全然想定してなかった。そう。この人って編集長とかになる人なんですか？いえ、誰に確認してるんですか？はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんですけど、すげえびっくりしてるじゃないですか。だって編集長ってだって。すげえびっくりしてるじゃないですか。王様でしょ？雑誌の。まあ、そうかもしれませんね。これからより厳しく。じゃあ担当変わる？普通であればそうなんですけど、ちょっと手に負えない人桜井さんの場合は。はい。桜井さんはちょっと引き続き、私が、いや、追いやれなければ。いや、全然嫌とかではないですよ。全くいや、すごく素晴らしいことではありますが、びっくりしました。本の社会の、この雑誌さんがどれだけの人数の方が働いていて、で、どういうステップで編集長になるのかとかわかんないじゃないですか。だって声優なんて声優になったらもう声優なわけじゃないですか。スーパー声優とかなるわけじゃないですか。だって先代に当たる編集長さんがいましたよね。同年代の。そうなんですよ。若くないですか？エリートか。そういうことに。成立させやがった。いや。じゃあもう今日はその話しますか。その成り上がりを薄いっすよ、私の。いや。内容なると。今回も面白かったんですけど、今回テーマは、if をチョイスしてくださったんで、これにかけて、もし、桜井さんが、何かしらのその雑誌の編集長と呼ばれるものになったら、なんかこういうことをやりたいとか、こういう人に連載依頼したいとか、表紙誰とか、決められるんですよ、だって。でも声優の雑誌作りますね。そうなんですか？声優の雑誌にしたい。そうなんですね。はい。例えば趣味で、例えばレコードとか、あとアンティークとかヴィンテージのものも好きなんですけども、蝶と作る立場の人になるのであれば、やはりもう少しちゃんと重心がそこにあるものじゃないと、ダメかなと。そうするとやっぱ声優さんになりますわね。自分がなりますわね。声優雑誌なんだろうな。一番自分が語れるというか、仮に今表紙、この人って、なんか浮かぶ人です。これ難しい。難しいですよね。そういう難しさがあるんですよ。難しい。
一人にしないですもん。多分うん。組み合わせ。組み合わせ。面白いですね。一人にもはやしない。そういう追い込み方はしない。追い込み自分もこの人に一人に絞って、これだとかって、もうこうだとかじゃなくて、この人もいいな。この人もそうだね。この人ですか、それもいいねみたいな感じになっちゃいそうで。ただ、やっぱり今を切り取る必要もあるから、そうすると、いろんなところでキラキラしてる人もいるし、なんか渋く輝いてる人もいるし。そういうのを読んでみたいですね。そういう、なんか私の好みですよね。まあ好みになっちゃいますけど。売れる、売れないを考えるとやっぱ、この人が表紙にいた方がいいんだろうなとかって、やっぱそうなっていくじゃないですか。それなりのところは。そう、あるじゃないですか。ビジネス的なね、ものは。全然考えない。もう100% 出資で。そうですね。その場合は。書いてみてほしい人とかいます？なんか連載コラムとか。います。それもひょいひょい多分決められるかも。例えば面白そうだなと思うのは、共演もちょこちょこしてるんですけど、種崎あずみさんとかと、諸星すみれちゃんとか、面白そうだなと思うし、もうやってるのかもしれないですけどね。男だったら、経験過多な人たちが多分いいなと思っていて。そうですね。私だったらやっぱスズラ君はちょっと興味があります。意外とやってないですよね。そうなんですよ。で、おそらく、文字でアウトプットできることもたくさんあるんじゃないかなと。そうですね。毎月、締め切りと戦ってくれる人ですね。このタイプやめた方このタイプ。めちゃめちゃ青互いするか。そうなりますよね。あとはもうほんと50以上とか。オーバー50。50で。とか、なんかエクスペンダブルズみたいな感じの、なんか、悪役ばっかり。そうですね。それはそれで面白そうだよな。やっぱちょっとマニアックに振ると、だから、あれですね、やっぱマスよりはコアになっちゃいますよね。何の話これ？イフです。イフはということでイラスト。そうですね。はい。ございますか。はい。今回書くにあたって、はい。イフの話にはするんだが、最終的に今現在、now な、ところにガッと結びつけるために、作品名を出してるんですよ。なるほど。で、それをはじめ架空のものにしてたんです。要はそれをもじったものにしてたんですよ。鹿男みたいな。鹿息子みたいな、なんかそんな風にしてたんですけど、わかるかなと思って。いや、でもこれはもうそのままにしようと思って、馬娘を出してるんですけども。馬娘さん。ね。出してる割に知らないんですけど。めちゃくちゃ書いてくるので、今ハマってる。同い年ぐらいの友達がすげえハマってて。で、競馬やってた時期があるんで。そうなんですか。はい。船橋商店行ったり、府中行ったり、そんな時期もあったんで、こういう、なんて言うんでしょう、マッチングで、こんなブームになるんだっていう、その衝撃もあって、馬娘さんの、タイトルにちょっとあやかる形で、すごいこれ馬娘のうを言ってる。うまい。今回はとにかくリアルに振ろうと。うまい。ほんとここに、なんか文字書こうかなと思ったんですけど。いらない。でも余白いいっすよ。これなんかカラーでお届けしたいですよね。すごいいいですね、これ。これはもう本当にもうとにかくちまちま線書いて、リアルに書こうと思った。一応、イフの中の、40ぐらいの私。40超えたかなぐらい。なんか、すごくリアリティのある原稿でした。そうなんですよね。やっぱなんか難しいなと思って。でも面白かったですよ。今までエッセイでずっと書いてきた自分、読んでる皆さん、学ぼうとか見た皆さんだったら、こうなるだろうねっていうふうに思う内容だと思うんですけど。イフの自分。というところで、恒例の次回何書く、ちょっと、後ろに
いくつか書き出させていただいたんですけど。はあ、編集長はこういう仕事するの？いや、関係ないです。関係ないですか？なんか、いけそうなやつあります。ラジオは書きたいなって。ラジオはちょっとぜひやってほしい。思ってるんですよ。で、なんか対策になりそうですけど。そうなんですね。一回じゃ無理かなって思ってて、で、若干書いたものもあるぐらいなんですけど、1枚分ぐらいかな。まあ、書いてはいて、で、まあ、温めてるっつうか、ギャンブルか。さっき競馬の話出たんで。競馬はちょっとやってましたね。あ上京した頃かな、上京して。マヤのトップガンとかの頃。あとやっぱ馬って綺麗ですよね。不思議だなと思いました。なんかあんまギャンブルって感じでもなく楽しんでたところありましたけどもね。プライドと締め切り。お題を出させていただくじゃないですか。はで、それで書いてきてくださるじゃないですか。はそれそのままストレートに答えるのって、どういう感じなんだろうなと思って。なんか、いわゆるその作家さんとか、クリエイターっていう人は、やっぱりいや、でも、俺はこっちだ。みたいな感じがすごいあるから、素直に小僧の言うことに従ってる。俺やっぱり編集長様だってことが分かってたんでしょうね。急に使ってきたな。分かってたんでしょうね。使ってきた。この人の言うことは聞いた方がいい。っていう意味でのプライドというか。受験って何です？受験は、そうですね、今回の原稿の僕は結構キーかなと思ってて、その当時のことはちょっと掘り下げてみてほしいな。友達は、以前書いたようなものではなくってことですよね。友達をどう思ってるかとか。そうですね。友達か。でも友達は書けそう。でもまあ、どれも多分書けますね。新年。新年は単純に、次が、そういう。1月なので、まあそういうモードでもいいかなっていう。でもラジオ前後編はいいと思うんですよ。どれか。ありますね。あります。ありますね。はい。翌月もよろしくお願いします。編集長おめでとうございます。ありがとうございます。